皆さんこんにちは、よしそうです。今回は新たに追加されたヒーラー宮下みなみことマリアンについて解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。マリアンの特徴は何といってもその回復性能です。マリアンは固有能力でスキルを使ったり味方の HP が低かったりした場合甘露というポイントを獲得します。マリアンはこの甘露を消してスキルによる回復能力を高めていきます。さらにマリアンはスキルやハイライトで味方のデバフを解除することができます。現状ワンダーのペルソナユニコーンを除けばデバフを何でも解除できるスキルを持っているのはマリアンだけになります。それではそのスキルを早速見ていきましょう。スキル1は相手に祝福大ダメージを与えつつ甘露を獲得、さらに味方全体に祝福というバフを与えることができます。この祝福というバフは祝福キャラクターが全員持っているもので、祝福の量が多ければ多いほどスキルの性能が高まっていくと考えてもらって良いです。回復が必要ない場面ではスキル1で相手を攻撃していきましょう。スキル2は選んだ味方と HP が最も低い味方を回復し、さらにデバフを2つ取り除きます。さらに2ターンの間回復した味方に毎ターン回復する状態と祝福状態を与えます。そして自身は甘露を1つ獲得。このスキルが大変強力でデバフを解除しながら味方の耐久力を大きくサポートすることができます。2ターンの間発動する自動回復もスキルを打った時と同じぐらい回復するので、スキル2を使っているだけで味方全体の耐久力をカバーすることができるでしょう。そしてスキル3では持っている甘露を全て消費し HP が低くなっている味方を回復していきます。甘露なしでも3回回復、甘露は2つまで貯められるので最大5回回復することができます。さらに2ターンの間甘露を消費した分だけ味方全体の HP 最大値もアップしてくれます。味方全体がピンチの場合はこのスキルで立て直しを図りましょう。ちなみに甘露が2つ溜まっている時は特殊なスキル演出になりますね。マリアンのハイライトスキルは味方全体を回復しデバフを1つ解除、2ターンの間 HP 最大値をアップし1ターンの持続回復までつきます。マリアンのスキル2とスキル3を合体させたような効果ですね。マリアンの全スキルを翻訳したものがこちらです。説明したスキルの他にマリアンは存在するだけで味方全体の HP 最大値を上げてくれるバフ効果、そして回復した味方のダメージを上げてくれる効果もついてます。回復とデバフ解除だけでなくサポート性能も優秀なヒーラーです。続いてマリアンの星4、星5武器についても見ていきましょう。星4武器はマリアンの回復能力を上げつつ味方に祝福を追加できます。祝福が増えると祝福キャラクターの性能やマリアン自身のバフの性能が上がるので結構優秀ですね。星5武器では甘露を使った際、つまりスキル3の性能を大きく上げてくれますね。ダメージバフの性能がアップしサポーターとしても優秀になっていきます。 HP 最大値も大きく上がるため装備品の自由度も上がりますね。そしてマリアンの刑事カードセットのおすすめです。マリアンは HP が高ければ高いほど回復力が増すヒーラーなので愛と信念の組み合わせで回復力を上げてあげるのがおすすめです。メインステータスも基本的には HP 最大値がおすすめですが HP は15000まで振れば大丈夫です。15000以降は HP に振ってもマリアンの回復力の伸びが悪いので月で回復量を上げたり達で速度を盛るといいでしょう。特にマリアンは味方が行動する前にダメージバフやデバフ解除を与えたいため達を速度にしてあげるとかなり使い勝手が良くなりますね。続いてマリアンの突効果についても見ていきましょう。マリアンの突効果は優秀なものが揃っており、1突で味方へのダメージバフ性能がさらにアップ、3突でデバフ解除スキルのスキル2が2人から3人回復するようになります。5突ではハイライトで与えるバフのターンが延長され、貫突すると味方が戦闘不能になった時即座に蘇生するというとんでもない効果までつきますね。他のキャラの突効果に比べてもかなり優秀だと思います。それではマリアンの強み弱みをまとめていきましょう。マリアンの強みは何といっても高い回復力とデバフ解除性能です。そして祝福サポートにもなるため祝福パの性能を大きく高めてくれます。現状祝福キャラはユキしかいませんがベータテストでは明智が強力な祝福キャラとして実装されていたため祝福パは将来的にさらに強力になっていくでしょう。弱みとしてはマリアン自身がデバフを受けてしまうと回復することができない点、さらに耐久キャラは他にも優秀なキャラクターが多い点です。デバフ対策が必要な場合を除くとソイやモルガーの方が強力なパーティーになる場合もあると思います。最後におすすめのパーティー編成についてです。宮下みなみはヒーラーであるため正直どんなパーティーに入れても十分活躍してくれると思います。宮下みなみの性能を最大限活かすということであればやはり祝福パでしょうか。
宮下みなみは祝福が多ければ多いほどダメージバフの性能が上がっていくため、祝福キャラクターと組み合わせるとより強力になっていきます。現状いる祝福キャラクターは藤川ゆきみ、そしてワンダーは祝福を増やせるペルソナがおすすめです。確定で祝福を2つ増やすことができるスキルを持っているドミニオン、全体攻撃が必要な場合はホルスを使うといいでしょう。同じく強力な祝福キャラクターとして大僧正がいますが、大僧正の回転説法は祝福を増やすことができないので、そちらも注意してください。この3人だと相手にデバフを与えられるキャラクターがいないため、最後の1枠はリンやソイがおすすめです。またマリアンのみで回復量は十分なため、支援キャラクターはオキャンを選ぶと良いでしょう。ちなみに今回追加されたマリアンは限定キャラクターではなく工場キャラクターになります。2週間のピックアップ期間が終わるとキャラクター武器ともに工場ガチャからも排出されるようになります。ただし工場ガチャを300連引いた際に選べるキャラクターには追加されないようです。マリアンは強力なヒーラーですが、工場キャラクターになることを踏まえて今回のガチャを引くか判断すると良いでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報を投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。